皆さんごきげんようです。お魚です。突然ですが皆さん、驚いたことがあるんです。最近お仕事で複数の高校にお邪魔したところ、女の子がみんなハーフパンツで体育やってたんです。その結構ね、長いやつ、ハーフパンツもね、なんかこの膝まである割とこう広がるタイプのハーフパンツ履いてて、びっくり。ブルマじゃないの？いやね、私はブルマ世代だったんですよ。でも確かに私私立の高校に通ってたので、多分そういうなんかこう伝統的なものを変えたりするのにちょっと抵抗があるみたいなところが大きかったんだと思うんですけど、結構長いことブルマでしたよ。なんか世間様では女子も短パン履くようになったみたいな噂を聞いた時代であっても、母校はずっとブルマでしたよ。でもね、今回の件で母校の体操着調べてみたらハーフパンツでした。しかも私の時代のものすごい芋臭かったジャージもなんかラインの入ったおしゃれなやつに変わってました。これが時代の流れということでね、そんなショックなことがあったんですけど、ふと気になったんですよ。ブルマって何だったの？だってあれね、今思えば下着と何が違うんですか？見えてる部分下着と一緒じゃないですか。いつからあるのブルマって。そしていつまであったのブルマって。ということで気になったので調べてまいりました。女子の体操服の歴史、すべてのブルマに苦しめられた女子に届け。さてさて、ということでですね、調べてみましたところ、まず女子の体育というものが生まれたのが明治初期の頃でございます。この頃ですね、女学校で行われていたのが今でいう体育、当時の名前は体操のお時間でございました。この頃、例えば寛永女学校で着用されていたのは騎馬鎌でございます。これは男性用のズボン状の袴のことを言います。でしかもこれね、体育の時に着替えていたわけではなくって、通学とか在学の時に男袴、この騎馬鎌ですねを着用して、そのまま体操をしていたということなんです。で、ところがその後ですよ、男袴を女性が着るのは男装だという非難があったそうなんです。ダメなん？男の服を女が着たらダメなん？ちょっとなんか生きづらさを感じちゃうぞという感じなんですが、とにかく男装はよろしくないという非難を浴びまして、明治16年に文部省によって女の教員と女生徒の袴および靴の着用が禁止されたそうなんですよ。なんで靴も禁止されるの？で、じゃあ体育どうすんだという話なんですけど、体育は体操ですね。体操は着流しか袖にたすき掛けでやってたんですって。着流しで体操無理でしょう。着流しってあれですよ、普通の着物ですよ。普通に着物着て幅広の帯でこう締めた状態ですよ。女性があれで体操するの無理だと思うんですけど、とにかくこの着流しでやってたらしいんですね。でももちろんこの着流しも別に体操のための服装というわけではなかったみたいです。なのでここまでは取り立てて体操着というものはなかったということです。そして日本初の体操着を導入したのは坪井玄道さんという方です。この方が海外に留学した際に持ち帰ったのが洋服式体操服
というものだったそうです。これはワンピース式のものだったそうで、下にズボン下用と表現されるブルマーみたいなものを履いたんですって。そして明治も下りまして36年、今度はですね、アメリカのボストン体育師範学校というところに留学していた井口明里さんという方がセーラーブルーマー型体操服というのを持ち帰りました。これはですね、見ていただいた通り、上がセーラー服、下が、ブルマというかちょっと袴っぽい感じのね、今から考えるとすっごい長いブルマになっております。でこれはですね、通学着も兼用していたそうで、通学の時は下はスカートで、体操の時は下をブルーマーに履き替えるという風にしていたそうです。そして大正時代になってからは、二階堂徳代さんという方がイギリスから持ち帰ったシュニックの体操着というのを着用する学校もあったそうです。ただ引き続きセーラーブルーマー型体操服というのも着用され続けたそうで、この時期は大きく分けて2種類体操服があったみたいです。ちなみにですね、ちょっとね萌え萌えな感じなんですけど、上級生がお裁縫の教材として下手の勉強に体操服を縫って、で下級生にお安く提供したと、材料費だけもらってたんですよね。お安く提供したっていう記録があるらしくって、ちょっとなんかお姉様と妹みたいで萌え萌えな感じがいたしますね。で昭和期に入ると、今度は白いシャツの上着に膝下丈の下、ズボン的なものを合わせたものが登場します。膝下丈ということで、どっちかっていうとハーフパンツに近い感じがするんでしょうか。なんだかこの時の方が時代が進んでいるというか、新しいものを着用している気がしますね。あれですか、やっぱりその肌を晒すことに対する恥じらいとかがあったのではないでしょうかと、私はこれを見た時に思いました。そして戦後から昭和40年代にかけては、シャツに丈の短い、ブルマーが一般的となります。でブルマーはこういう形なのでね、提灯ブルマーと呼ばれておりました。なんかまだ結構袴っぽい感じ残ってますね。そっか、これが提灯ブルマーなんですね。なんかね、私提灯ブルマーって言葉は聞いたことがあったんですけど、私が履いていたブルマはこの後に出てくる全然提灯じゃないブルマーだったので、提灯ブルマーってなんだろうって思ってました。これのことなんですね。確かに提灯感があります。そして昭和の中頃から平成初期にかけて、これです、私が履いてたブルマー。パンツと何が違うのと繰り返し申し上げたい。こちらはですね、体にフィットするブルマーなんですけど、なんでこんなのができたかっていうと、ニット素材が使われるようになったから、こういう体にフィットするタイプのブルマーが作れるようになったんですって。でこれがね、なんで流行ったかって話なんですけど、どうも昭和39年のオリンピックの時に女子バレーボールの選手がこういうブルマを履いてたんですって。で日本の選手はここまでぴったりしてなかったんだけど、海外の選手がもうむちゃくちゃ密着型のピターってしたブルマを履いてて、それがとってもかっこいいということで耳目を集めたそうなんですね。でさらにこの翌年からミニスカートの大流行があったそうで、足を出すことに対する抵抗がなくなったっていうのも背景にあるのかもという考察もありました。で1990年代以降はほとんどの学校がこのブルマーを体操着として採用していたそうです。ピークなのがね、だいたい昭和45年から50年代半ばということで、私が生まれる全然前なので、やっぱりうちの学校はよそよりも長いことブルマ使ってたのかなって感じですね。でこの頃はね、おおよそ年間300万枚くらいが売られていたということです。そんな風にスポーツきっかけで広まったブルマーなんですけど、衰退のきっかけにもスポーツが関わっています。それは1993年の J リーグ。J リーグが流行る少し前からサッカー人気が高まってきて、選手のユニフォームが話題になっていました。それがハーフパンツだったんですね。でそこでハーフパンツがかっこいいという風潮があったのが一つ。
そしてもう一つは、1990年代、ブルマとかセーラー服なんかが非常に性的な目で見られるという風潮がありまして、そのせいで盗撮被害に遭う女性であったりとか窃盗被害に遭う女性なんかがたくさん出てきました。そこで当時の女子たちが自らブルマは男性の性的な対象になるから嫌だというふうに声を上げて、だんだんに密着型のブルマは廃れていったということです。それで結局現在では、ハーフパンツと T シャツというのが主に使われている体操着となっております。はい、ということでございました。そもそもですね、なんでブルマって生まれたのっていうところを振り返ると、海外でね、18世紀のまだ女性の権利がほとんど認められていなかった頃の欧米で、女性の権利拡大を謳った、女の人たちの中にブルマさんという方がいらっしゃって、その方が女性が権利を得るためにはやっぱり社会に出て働かないといけない、そのためには社会に出て働ける服装を着なければいけないということで考え出したのが、このスカートの下に裾を絞ったズボンのようなものを履く、これをブルマーとして生み出したらしいんですね。なので、日本にやってきたばかりの時のワンピースの下にねズボン履いてる感じのああいうのがそもそものブルマーだったらしいので、それがちょっとなんかいつの間にかそのぴっちりパンツみたいな感じになってしまったのがなんかちょっと不思議だなというふうに感じました。ね、ただ動きやすさっていうのはね、やっぱり体育する時にはすごく大切だと思うので、動きやすくってかつ怪我をしにくい服装、これからも研究を進めていってほしいですね。今回このブルマの歴史を調べるためにいろんな文献を当たったんですけど、その中には体操着の色による直射日光下でのこの感じる体温、感じる温度、体感温度の違いみたいなのを研究している文献もあって、すごくいろんな人がね児童生徒がしっかりと安全な場で体育ができるように考えてらっしゃるんだなっていうのをすごく感じました。という、今回の私の調べ物でございました。母校がハーフパンツになっていて、あとジャージもかっこよくなっていて、ちょっと嬉しいお魚でした。それではごきげんようです。チャンネル登録、高評価、その他もろもろお待ちしております。